テキラトムテジュンです。今回はこちらレジェンドリーグからやっていきたいんですけど、前のシーズン世界一になった人が何使ってたかって知ってますか皆さん。実はね、知ってる人はレジェンドやってる人はねみんな知ってる機能だと思うんですけど、ここで現在のグローバルランキングとか見れるじゃないですか。ローカルはちょっと見れないんだけど、グローバルランキングを見たときに、この右のね、3点リーダーのところ、プリビュース。先月のね、レジェンドリーグの結果みたいなのが出てて、この3点リーダーを押すと、先月の最終成績がね、見れるわけよ。なんか2位の人の攻撃回数えぐいな。という形でね、この1位の人がね、使ってた編成なんですけど、現在なんかもうレジェンドドロップしてるんですけど、こちらライドラッシュなんですよね。最近僕の方の動画でもね、かなりライドラの特集は上げてるんですけど、かなりね、ライドラのね、使う人が増えてましたね。なんでこんなライドラ増えたのかって言ったらみんな忘れてるかもしれないけど、やっぱスーパードラゴンの弱体化っていうのがめちゃくちゃ大きくて、このね、今月のこのアップデート後の使用率、最終的なユニットの使用率なんだけど、なんとスーパードラゴンの使用率 0.1% 以下まで落ちてました。レジェンドリーグね、上位200名の中に1% 以下、0.1% 以下になってました、スーパードラゴン。これすごくないですか？あんなに疲れてたスーパードラゴンが 0.1% 以下。そしてこのライドラに関してはね、第2位でしたね。使用率第2位でした。ちなみに1位はクイヒーラバラです。はい。使用率で言うと、ライドラが一番、ドラゴン系統ではナンバーワンに上がってきたと。これスーパードラゴンの時にライドラって全然使われてなくなかったですか？ライドラって実はね、スーパードラゴンが最強化の時って、1個だけね、強化が来てて 0.1 秒だけ移動速度が速くなるみたいなね、バフが入ってて、だけどあんまり誰も使ってなくて、やっぱその時ってライドラなんか開拓しなくてもスーパードラゴンが強すぎたから。はい。今日はね、このライドラッシュをね、レジェンドリーグでちょっと回してみたので、そちらのリプレイ紹介しつつ、どの辺がね、スーパードラゴンと違うのかみたいなのを自分的なところでね、話していければなと思います。はい。結構ね、コツも分かったので、ぜひ。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。ちょっとね、これね、シンプルに攻めた順に動画上げてく撮ってくので、連動がね、まだ浅い順に攻撃が見ていく形になりますが、その辺はちょっとご了承くださいという形で、早速やっていきましょうか。で、まず、シンプルにね、スーパードラゴンとの違いなんだけど、当たり前なんだけど、ライドラの特徴として、チェインが入る。これいいことですね。ライドラよりも固まった配置に関しては一気にドバッといく爽快感があるところはあるんですが、結構ね、ライドラってインドラと同じなんだけど、みんな知ってるんですけど、攻撃のタゲの取り直しが起こるじゃないですか。それによって、だからエアスイーパーがね、スーパードラゴンより圧倒的に脅威ですね。ただこのチェインはえぐいな。今のチェインはえぐい。あと結構回廊陣とかには結構しっかり面取りが取れる形で入れてるならば、こうやって強いですね。これクランジョ吹き飛ばしたの強すぎるでしょ。で、今ちょっと話したんですけど、このね、ドラ系の編成。さすがにね、スーパードラゴンよりは伸びないスライドラ。体感でね、スーパードラゴン最強時代と比べると圧倒的にね、こっちのがきつい。ヒーローでご利用していかないといけない量が増えました。これ、圧倒的にこれ。なんだろうな。スーパードラゴンだと、こうやってね、最終的にヒーローだけで取りに行くような形がライドラだと絶対条件レベルですね。なので、最終的にヒーローでどれだけ削れるかっていうのが、ライドラッシュの全開のコツだと思ってください。基本的にライドラが生き残ることはほぼないっすね。これ、危な。最初のフリーズと、ポイズンの判断とかもあんまり良くなかったんですけど、こうやってね、最後にヒーローでご利用していく戦術です。これがね、これをね、根底に置いた方がいい。スーパードラゴンって、ある程度スーパードラゴンも生き残ることは可能だったんだけど、ライドラッシュ、特にレジェンドだとね、結構レジェンド対策、ライドラ対策してる配置も多いので、ゴリ押しで、うまいことね、ヒーローで取ってくっていう意識が大事ですね。そこをね、しっかりできないと、呪文とかもちゃんとヒーロー用に残して、かつ、それでいてエアスイーパーをしっかり攻撃受けないようにフリーズとかも重ねつつみたいなのが必要ですね。ここは相手援軍ネクロが2体入ってるので、ライドラからすると天敵なんでね、ここはポイズンフリーズでエアスイート巻き込んだタイミングで止めていきます。で、タウンホールに突撃感させていったイメージ。で、最初はレイジみたいなね、両サイド展開してから真ん中レイジ一発と、タウンホールに突撃感使うならフリーズなのかレイジなのか、配置に合わせて取っていくっていう形なんですけど、
ライドラパートで一番大事なこと。これね、一番と言いつつ、二つ挙げましょうか。まあ、ライドラ自体だね。ライドラ自体で大事なことはさっきも言ったんだけど、エアスイーパーをなるべく受けないルート。これが大事。かつ、まあ、序盤の一気のトームでドバッと押していくので、初手から火力の高いところから本当は突っ込みたい。最終盤に火力の高いとこ残しちゃうと、もうトームの切れてるライドラたちでそっちに向かってって呪文も大体減ってきてるからね、あんまり理想的とは言えないかな。まあ、なので、まあ、できれば、火力の高い方から、まあ、今回みたいなバランスのいいバランスは、まあ、よくはないんだけど、両サイド均等に置かれた、ボックス陣みたいなやつは、まあ、どっちかから突っ込んでこういう形で突っ込むか、まあ、また形を変えてってイメージになりますかね。で、言いかけた、もう一個の大事なことがね、めちゃくちゃ大事なんですけど、今二つ同じような条件クリアしてます。はい。さあ、ちょっとまたこれも同じ似たようなタイプの配置引いてますね。で、一番大事だなって思ったのが最初に言ったヒーローでご利用していくんですよっていうところと同じような考え方になるんですけど、クラン城をライドラで潰すことがめちゃめちゃ大事です、これ。ある程度ね、もうヒーローで、残り 40% 近くをヒーローで削っていくような形でね、雰囲気見ればいいかな。3ヒーローで、最終60数%ぐらいから3ヒーローで削っていくみたいな意識が必要なので、そうなると援軍がね、出てきてしまうとかなりきついんで、こうやってもうクラン城に向かったライドラ絶対に守んなきゃダメだし、クラン城に向かうようにライドラはね、誘導してあげないとダメです、これ。でこういうもう一体のライドラをね、クリーズで固めて、しっかりこういう風なもう、仕事をさせきるみたいなのが大事。特にね、ウォーデンがついてるライドラはね、ウォーデンが先に壊しちゃってね、ライドラが攻撃できずに撃てないってことね、多発するんでね、すごい邪魔なんですよね。ウォーデン。ライドラする上でウォーデン邪魔。はい。今回もこんな形でね、9時から6時までヒーロー流しつつ、まあライドラたちはついてくれてはいるんですけど、ここまだ 70% ちょいでしょ？ 9 時から6時も結構ヒーロー仕事してるんでね、まあヒーロー単体で見ても 30% 近くはやっぱ壊さなきゃいけないっていうところで、最終でしっかりロイちゃん残すことかな。まあロイちゃん短期で突っ込むようなね、余裕なパターンを抜くば、結構ね、ヒーローに追加して両サイド流していくみたいな。キングクイーンの方に、後でロイちゃんを付け足していく。今回みたいな取り方がオーソドックスです。はい。こういうのがね、やっぱ基本的にきついと言われるようなタイプの配置なんですけど、こういうのね、ヤンキーしていかないとなかなか。もしかしたらこれタウン真ん前から行っても取れるのかもしんないけど、裏シングルだし、クランジョが真ん中にあるって考えるとね。さあ、こんな形で。この辺ちょっとね、9時のシングルとかフリーズ重ねてあげてもよかったかなって思ってるんですけども、どうせ1体目のライドラ捨てかなと思ったんで使わなかったです。はい。レングが結構細かいんでね、さっきからネクロの配置だったり、ライドラ対策の配置も増えてますね。シンプルにやっぱ、ライドラがかなり増えてるんで、今。さあ、今回もこれ、クランジャーに向かったライドラ活かすためのフリーズです。正直、内側はもうこうやってかなりのホーミングとヒーローに撃ち落とされてしまって、かなりきついんですけど、こんな感じでね、クランジャーさえ壊してれば、ここもまだ 60% ぐらいですよ。ここから削り切りますよ。で、タウン裏から攻めるときはね、こうやってね、兵器残しとくといいっすね。ヤンキーなんですけどね。今回は突撃艦投げてもちょっとキワいかなと思ったんで、ボマーで穴開け見ていきます。ヒーローがね、両ヒーロー能力残ってるんで、突撃艦投げるんじゃなくて、ボマーの穴開けによって誘導していくみたいなイメージね。で、ロイヤルチャンピオンタウンホールの方に誘導できたので、フリーズからの、頑張れロイちゃんブーメランで、OK と。偉い。レイジまで乗せた甲斐がありましたね。さあこれボマー採用したことで穴も開いてくれたし、タウンホールに突っ込まなかったおかげでね、このライダーたちも生きてくると。こんな形でもうね、クイーンのクロークとロイちゃんの能力をね、守ってくゲームですよ。このドラ系の戦術は常に。今のは対空砲のタゲを取るガーゴイル2体でした。さあフリーズからのクイーンのクロークが残ってるので、
はい。撃たれる前にクローク使いの、これでゴリ押していくと。余力はね、少ないんですけどね、ライドラの基本的考え方はこれです。マジでヒーローでゴリ押し。で、レジェンドやって思ったのが、マジでライドラ作るのにね、編成作るのにめちゃくちゃ時間かかる。びっくりした、マジで。もう50分ぐらいかかるんですよ、普通に。10% 減で。最初のあれだと多分1時間ぐらいかかるんだよね。かなり長いっす。クイラバとかだともう普通に2回分の攻撃できて、次の攻撃いける状況なんだけど、攻撃終わった後普通にライドラ3体ぐらいの作れてなくて、なんか残り7、8分ですみたいなパターンが多い。5分です、7、8分ですみたいな。あとライドラの攻撃自体も結構早くなるのもあって、援軍申請までの時間とかね、だいぶ長くなるんでね、その辺がちょっと厄介ですね。見てもらえばわかるんですけど、ライドラってね、時間一番長いんですよね、ユニット作る上で。ヒーラーとかのね、3分の2ぐらいのね、ユニット換算で言うと、割合的にそれぐらいの時間を使うんですよね、作るのに。さあ、ここ見て、これ 58%、60% ですよ、これ。こっからね、呪文なしですよ、ヒーロー。本当にライドラ片面とちょっとしか削ってないんだけど、こっからヒーローでゴリ押していくっていうのがね、これがライドラなんですよ。これ普通に見たらめっちゃきつくないだって、冷静に考えて。こっからいけんのっていう。防衛とかもね、思ったんだけどね、ライドラッシュの攻撃増えてきて、で、最初その時はまだ、スーパードラゴンがね、前世紀からすぐ変わったばっかに、ライドラがね、切り替わった時の感想なんですけど、あれライドラの方がヒーロー害悪度増えてねみたいなね、思いましたね。うん。これで見れば思うと思う。スーパードラゴンってもっと伸びるから、ヒーローの仕事量ってもっと少なかったんですよ。なんで、結構そんな感じなんで、それでもなんか、ゴリ押しやべえなって感じだったんだけど、これとかね、他のね、防衛とかで見てたライドラのね、ヒーローだけで取ってった感が、スーパードラゴン以上の活躍。まあ、スーパードラゴンよりライドラのが伸びないっていうのがあって、よりね、ヒーローの伸ばし方が大事かつ、これはね、リークスケルトン反対サイドにアーチャーで引っ張るの構えてましたね。なので、クロークがテスラにきっちり刺さると。ヒーローの伸びがね、半端ないですよ、これ。やっぱヒーロー強いな。ユニコーン弱体化されたからといってもね、やっぱ、火力の高いところはしっかりライドラで削ってあげて、かつ、キングとかでね、しっかりと上げ取りつつ、ロイヤルチャンピオンで途中でサポートするみたいなね、イメージでやっていけば、だいぶ伸びますね。はい。で、対空砲のタゲを取るようなバルーンを使って12時のライドラを守りに行く。いくらライドラ強いとはいえね、こういう12時のカット用のライドラとかもまあ、作ってあげると、その後結構綺麗になるかな。まあでもこういうのも対空砲にチェーンが入らないような形とか、ライドラ対策されてるようなね、嫌な区画も増えましたね。で、これは今回はね、タウンにボマーじゃ届かない、ライドラ自体が届かないと判断したので突撃艦残してました、最後まで。さあ、こんな形でタウンホールの方にユニット誘導しつつ、まあ、タウンホールは落とせましたよと。で、今回ほら、クランジオがね、壊せないルート取りだったんでね、ラバが出てしまいます。これかなり辛いですね。さあ、フリーズに余裕があったので、ちょっとフリーズ打ったんですけど、まあ、ライドラ守るためのフリーズ微妙だったかもな。どうなんだろうな。さあ、ロイヤルチャンピオンをこうやって使って、ここからは3ヒーローで取っていく形。まだまだ 70% ぐらいということで、まあ、平均でもやっぱ残り 30% ぐらいは全部ヒーローで削り切るような形を視野に入れてないとダメかな。ライドラがね、なんかみんな思ってるより、レジェンド陣きつい、普通に。強いんだけど、刺さる配置にはめちゃくちゃ刺さって強いんだけど、最終的にやっぱヒーローでどれほど削れるかみたいなところがあるんで、頑張ってほしい、これは。はい。ちなみにこの配置、クイーンウォーカーズの配置ですね。うん。クイーンウォーカーズの配置なんで、まあ、ビクトラ・アルメイドさんもね、昔、インツとかね、キングスにいた人ですよね。まあ、こんな形でクローク残してと。もうコツはマジでクランジョを潰すことと、まあ、タウンホールはね、ライドラで射抜くのがね、やっぱ、できるんだけど、スーパードラゴンと比べると全然きついんで、その辺がスーパードラゴンより弱いところかな。
さあで、全配置同じような形はやっぱなかなか取れなくて、こういうサイドカットも必要になってきます。今回はちょっと綺麗にぶち刺さったかなっていうところで、レイジライドラサイドカットを6時側していくと。で、ヒーローを伸ばしていくっていうののね、一つの考え方の工夫として、ヒーローを最初から出さないっていうのが強いですね。こういう形で。これ見てほしい。まずライドラだけで6時から左サイドがっつり切ったでしょ。で、右側だけレイジをかけていくことで、右側の進行をきれいにスムーズに進めることで、ライドラ自身でサイドカットとユニットのコントロールをして、ここでクランジを潰していくと。で、遅れて最後まで取ってた突撃艦をタウンホールまで投げつつ、まだヒーロー投げてないっていうところでね。このね、ヒーローをどこで最後に最終的にヒーローで刈り取る戦術なので、これって。何度も言ってますが。ヒーローを単なるサイドカットとして使っちゃダメです。はい。ヒーローは仕上げで全開まで伸ばしに行くものとして考えてください。これがね、多分コツだと思う。ヒーローで全開を最後に取りに行くっていうイメージ。はい。さあ、60% 超えたぐらいでヒーローを使っていって、もうライドラッシュプラス最後ヒーロー仕上げっていう、回収ヒーローみたいなイメージ。共存してね、綺麗な形でこういう、サイドカットとして使っちゃうともったいないんだよね。今回も多分、こういう取り方じゃないときつかったと思うな。ライドラ自身でサイドカットをしたことでヒーローの役割をなくし、初手レイジまで使ってったんでね。普段2方向に打つレイジを一発温存で、かつ右側だけを取りに行くような形。対空砲意識のレイジバルーンですね。そう、初手のバルーントームはね、あれね、対空砲とか狙うといいっすね。対空砲とか、全部に向かわないようにしてね、分けていくんですけど、ちょっと外周部の対空砲には寄るように意識してます。はい。さあ、今回もライドラッチ、カット入れてつつ、ライドラッシュってやっぱ全開タイムが速いイメージあると思うんですけど、結構ね、こういう風にね、丁寧に進めていくとね、時間かかりますね。今回も2分40ぐらいの前回なんですけど。ちょいちょいサイドカットしていきつつ全ぶっぱトーム。で、1位の人は、バルーンまで9まで積んで、アーチャーとガーゴイル入れてなかったんですけど、多分、僕は結構ね、アーチャーガゴ必要だと思う派なんで、1、2体だけでもね、結構変わるからね。シューター最後にやってるんですけど、シューター型も割とね、配置を選べばね、結構強いんで、さあ、今回も 50% で、ここからヒーローで取り切りますよ。50% だぞ。冷静に考えてやばくない？ここからヒーローで刈り取るんで、本当にやっぱ大事な防衛施設と、クランジを潰すのがやっぱ一番大事だな。で、今回ポイズン使ってるんで、小物だったっていうのもあってね。基本的にポイズン残してリクスケに打つのが強い。で、余るならばレイジとかフリーズはね、できればロイちゃんとかヒーローパートに残しておけるとめちゃくちゃ強い。で、完全にライドラとかね、ウォーデンたちが死んだ後にヒーロー出すんじゃ遅すぎるんで、死ぬ前ギリギリいい感じの時にね、ライドラとヒーローでね、相互に竹を取って生きれるような状況で使ってあげると、より良いかなと。はい。これで呪文打ち切りなんですけど、あとは黒く残ってるね、クイーンに任せて終了って形ですね。ゴリ押しなんだけど、それがね、この戦術なんでね、強いんだよね、やっぱ。ヒーローが強いから、ヒーローを活かしていくような形。ぶっちゃけバルーン9でもいいとは思うんですけど、アーチャー1とね、ガゴ2でね、細かい最終のカットだったり、ライドラだとちょっと、もったいないようなところをね、アーチャー1とかガゴ2でカットしたりとか、フレームシューターとか使うと特になんだけど、シューターの前に一応テスラチェックでアーチャー使いたりとか、シューター周りのね、施設回収のために、
なんかアーチャーとか置いておくみたいなのもできるから。さあ、最後はシューター型で締めようかなと思います。やっぱライドラは、まあ遅いわけじゃないけど、結構やっぱ早いね。今日のライダーは結構遅めの方のライダーだと思うんだけど。さあ、テスラとかもね、特に見えなかったんで、ぶん投げます。まあ、あんまりね、シューター型ね、バルーン最初に結構ユニット数使っちゃうんで、ガチで美味しい時以外はあんまやんない方がいいかもしんない、もしかしたら。やってみた感想はね、結構本当に刺さるなこれはってところに差し込むのは強い、めちゃくちゃ強い。なんだけど、ボマーとか突撃艦両方使えないってなると結構ね、どうなんだろうって感じ。さすがに今回の距離感だと、突撃艦使うまでもないタウンホールの距離だし、普通に取れますよね。っていうところで、兵器はシューターです。はい。で今回は早めにヒーロー展開ですね。シンプルなサイドカットっていうところと、シューターの方がね、だいぶ6時側を削ってくれているので、そんなに火力が高くならないと考えているからですね。内側からの竹も対空砲ってところなんで。さあ、フリーズ固めつつ、ここはクランジョをしっかり壊していただきの、いいですね。マジでクランジョ大事だよ。ちょっとポイズンもったいなかったから、こっち撃っちゃえばよかったね。ただ、シューター、これバック伸び。さあ、今回も 60% 近くのところからヒーローで削っていくわけなんですけど。こんな感じでね、戦力外のライドラー、わけわかんない方向に逸れてくライドラーみたいなのがね、どんどん増えてくるんで。やっぱスーパードラゴンとはこの辺がね、全盛期スーパードラゴンとね、タフさがやっぱ違うな。その分瞬間火力がライドラにはあるからね。微妙なラインですが。今回はシューターがマジで強かった。6時までシューターでだけで貫通しつつ、さあ最終区画援軍を潰すために登場するわけなんですけど。結構重めに罠がヒットしまくっていったので、さあどうだってところなんだけど、バルーンがちゃんと入ってくれました。まあ一応クイック6あったんでね、クロークでご利用せたとは思うんですけど。はい、というわけでね、今日はライドラッシュたくさん見ていったわけなんですが、いかがだったでしょうか。まあ途中からね、ヒーローでご利用していく戦術だってことにね、皆さん気づいてしまったでしょうか。まあ知ってたけどね。まあ僕はね、もともと対戦でもね、ライドラッシュをね、する機会がちょいちょいあって、特に時間勝負になる同点で回ってきた時とかはね、視野に入れてるんで、まあむしろそれ以外でライドラッシュをする機会はマジでなかったんですよね。ガチで第一選択肢にライドラが入ってくることってほぼなくて、今も結構ね、使うのは怖いユニットなんですけど、まあでもいきなり使うんじゃ怖いんでね、こうやってたまにライドラをね、レジェンドリーグで回したりとかで、僕レジェンドリーグは結構戦術いろんなぐるぐる回したりとか、まあトロフィー上げるっていうよりは、戦術理解度が足りない戦術を、そこで、なんかいろいろね、あ、こういうのあるんだみたいなね、学びの場として使ってるんですけど、まあライドラはね、ほんとね、対戦の対策陣に攻めるライドラと、レジェンド陣で攻めるライダーが結構違くて、火力高いんですよ、レジェンド陣って。まあ当たり前なんだけど、火力高いとこたくさんあって、ライドラのね、一気の火力はね、強いんだけど、対策されてるからチェーンが入りきらないから、言うてもやっぱね、止まるんですよね、途中で。この辺がね、スーパードラゴンとの違いだったかな。スーパードラゴンってね、割とね、そのまま、なんだろう、おい、ういみたいなとこまで行くの。ライドラはね、ういって感じで回るの。わかる？ウェイウェイって伸びるの、スーパードラゴンは。最後がね、なんか異常にね、あ、そんなに言ってくれるんだみたいなところがあったんだけど、スーパーライドラね、マジでちゃんとエアスイーパーとか、リクスケじゃなくてソラスケとか、援軍とかで、ちゃんと止まるんよ。まあ、いいユニットなんよね。いいユニットなんでちゃんと止まるんですよ。なので、ちゃんと止まった時が本当にきついから、そこからヒーローパートって感じになっていくので、ヒーローの動かし方、最後の仕上げ方っていうところがね、やっぱ大事になってくる。あとね、調子に乗ってフリーズガンガン打つとね、ヒーローパートの方で、そうなんだよね。ライドラってね、全力でね、呪文打ちまくってもね、大体止まっちゃうから、まあ、打たなきゃいけないところには絶対打った方がいいんだけど、
調子に乗って全部フリーズ使っちゃうとかすると、最後ヒーローで取らなきゃいけない量がめちゃくちゃ増えるんで、最低でもフリーズ1枚は残しておきたい感はある。まあ、打たなきゃいけなくなっちゃったとかがね、出てくるなら、まあしょうがないとは思うんですけど、そこ意識するといいかなっていうところと何度も言ったんですけど、クランジョ絶対壊してください、これ。で、クランジョのかからないところでヒーローやりましょう。これがね、マジで、まあどのドラ系でも当たり前のことだと思うんですけど、ライドラやったことない人も多いと思うんでね、そこをまず考えるところかな。で、兵器の使い分けはね、正直慣れていくしかない。突撃艦とボマー型と自分に合う方をね、探すといいと思う。シューター型と。基本的には僕はね、シューターはそんなに積極的に使わなくていいかなと思ってて、まあ、さっきのね、1位の人も、シューター型多分使ってないと思うんだよね、あんまり。細かいユニット入ってないから。アーチャーとかガーグル入ってなくてバルーンだけってなると結構ヤンキーチェックでシューターとかになると思うから、本当に刺さりそうなところにしか使わないと思う。僕もね、これ本当に刺さんのかなって思ってバルーン投げてテスラが生えたら、シューター引っ込めて、別の兵器みたいなことも言ってますね。うん。あとは、単体ライドラ、ちょくちょくね、サージカルライドラみたいに使ったりするパターンだったりとか、キングでタウンホール落としに行くような誘導をしたりとか、まあ、そういったね、細かい取り方しないと、まあ、全部の配置ライドラ取るのはきついんですけど、まあ、せめてね、ライドラが得意な配置だけでも取れるようになるよということで、まあ、シンプルにね、オーソドックスなライドラが刺さる配置、ライドラで取れる配置を取りこぼさないようにやっていくと、まずはそこからでいいんじゃないかなと思います。まあ、そもそもライドラがきつい配置をね、ライドラで練習する意味は正直そんなにないと思ってるから、うん。まずはいける配置にちゃんといけるようになるのが大事だと思うんで、まあ、今回の動画たくさん見直して、まあ、どういうヒーローの使い方なのか、どういう面取りなのか、まあ、結構ライドラはね、そこにかかってる部分が非常に大きいので、あとはフリーズとか呪文かな。結構レイジはいい感じに打ててるものが多かったかなと思ってるので、まあ、その辺も参考にしていただきつつ、はい。まあね、現在ナンバーワン、世界ナンバーワンの火力を持った編成といってね、過言ではないというかね、実際に1位の人が使ってた編成なんでね、攻撃力ナンバーワン編成なんでね、ぜひ皆様も使っていきましょう。ちょっと訓練時間長いんで、びっくりするかもしんないみんな。というわけでね、今日はこんな感じだと思います。チャンネル登録、よろしくお願いします。